この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、さいとうなおきです。今回は過去にやらかしてしまった絵の大失敗5選ということで、僕が過去にやらかしてしまって、このせいで絵が下手になってしまったな、上達の妨げになってしまったな、というものの中から5つ、これは最も大失敗だったというものを紹介していきたいと思います。この動画を見ていただければ、あ、なんだ、プロでもそういう失敗やっちゃうのねといった大失敗を知っていただけて、その失敗を避けるための改善策も同時に提案しますので、あなたの絵の成長を圧倒的に早めるための足がかりにしていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。未完成のまま放置。僕が一番後悔しているのが、なんといっても大量の完成作品になりきれなかった未完成のラフスケッチです。僕は割とスケッチブックをいつも持ち歩いていて、そのスケッチブックに絵を描いていました。そのこと自体はすごくいいことだと今でも思うんですが、スケッチブックに描く気軽さからですね、なかなか抜け出せなくて、そこから作品を完成させるという段階に進むことがね、すごくおろそかになっていたなって今となってめちゃめちゃ反省しています。今見せているのは、これはその当時のスケッチブックのイラストなんですが、こんな感じでね、ラフなアイディア段階として止まっちゃっています。続きは書いていないんですね。今見せた4枚なんかはちょっとホラーで怖い、だけどどことなく可愛い雰囲気のイラストのアイディアなんですが、これはこれでシリーズとしてまとまっていたらいい感じの連作になりそうな雰囲気がありますよね。ですがちょっとその当時はですね、そこまで考えられなくて、頭の中でモヤモヤっとどうしたらいいかなっていう風にぐるぐる考えていました。当時は電車で絵を描くことが多かったことも相まって、電車の中のシーンの落書きが多めですね。これを描いていたのはだいたい22、3歳ぐらいだったかなという風に記憶しています。あとはこんなんとか、アイディア自体はもうちょっとちゃんと考えれば作品になりそうだなって今見ても思うのがちらほらあるんですが、その当時はここから先に行くエネルギーがね、なぜだか湧いてこなくて、これはね、ボールペンでザザザザーっと書いてるんですけど、もうほとんど完成に至っているものがないのが口惜しいですね。あとはね、一応それに色をつけているものがあるんですが、っていうぐらい適当なものが多くてですね、このおじさんが走ってる絵とかね、あとはちょっとなんと形容していいのか迷うんですけど、なんだろう、死んだ目をした男の人の顔とか、かなりその場のノリだけで描いちゃってる感じがありますね。ここからはですね、書き込み量という意味では少しだけ完成度が上がって見える絵がありますが、相変わらずね、取り留めのない感じがすごいというか、絵を描く動機としてはその日に思いついたイメージをただただ描いてみるといった意味合いが強かったように思います。あ、でもなんかこれとかはね、好きですね。優しい電子レンジくんの絵です。ほっこり。これはね、謎ですね。あとはこんな、なんか黒い長い生き物の絵。ちょっと生き物かどうかも定かではないんですけど、こんな絵とか。あとは途中で描くのを諦めちゃってる絵とかね。もう本当にこの頃はこういう絵ばかりで、大体が途中で未完成のまま投げ出してしまっているものがほとんどです。で、今見返してみて、なんでこんなに完成させられないのか、途中で投げ出してしまっているのかというとですね、原因は一言で言うと、作品に一貫性がないことだと思います。さっきもちらっと言いましたが、僕がこういうスケッチを描いている動機を思い返してみると、もうその時に見たものとかパッと思いついたものをただただ反射的に紙に書き写していただけなんですね。いや、それ自体はものすごくいいことなんですけど、ここから作品に昇華していく際にはもう一段階こういうスケッチを俯瞰して見つめ直して、この4枚はなんか同じようなことを表現しようとしているな、怖いけどでもちょっと可愛らしいような絵が描きたいんだな僕は、じゃあこの4枚をそういうテーマで連作にしてみようかなといったように、作品単体ではなくて一連の連作として考えて、作品に一貫性やテーマを与えてあげることが必要だったなっていうふうに思うんですね。そうした方が作品を作るための強い動機につながりますし、作品を並べた時の見栄えも段違いに良いからです。もうなんなら先に同人誌としてまとめるということを考えてから書
き始めるのも良かったなっていうふうに思います。僕は長らく企業案件の仕事を中心に考えて活動を続けてきてしまいましたから、あまり同人誌を作るという頭がないまま今までやってきてしまいました。でも今になって考えるとそれが一番の後悔ですね。もっともっと連作を作って同人誌を作るべきだったなっていうふうに思います。これはね、むしろ今からやりたいなっていうふうに思っていることですね。ツールを利用しない。デジタルツールを使って絵を描いている人の中で、この機能だけは使わないようにしているっていう人って意外といるんですよ。僕もそうだったことがあるので、気持ちはめちゃくちゃわかります。2番目の大失敗は、使えるツールを使わないですね。特に僕、大学生の時はですね、レイヤー機能を使うなんてずるい、レイヤーは1枚だけで描くぞっていう謎のこだわりを持っていたんですね。でもこれですね、せっかくパソコンっていう便利ツールを使っているのに、なんてもったいないんだって思います。これなんで機能を使うのを躊躇するかというと、原因はズルしているみたいで気持ち悪いと、自分で自分に枷をはめていたり、あるいはそのことを人に指摘されるんではないかといった不安だと思うんですが、このこだわり全く意味ありません。なぜなら作品を見ている人にとって大事なのは、あなたがどれだけ優秀な能力を持っているかではなく、あなたの作った作品を見たいからだけなんです。僕はですね、そのことに気づいてから、なんてバカなことしてたんだと心底後悔しました。これ例えるなら、せっかくこういうスプーンを使ってスープを飲もうとしているのに、こんな大きな部分使ってスープ飲んだらずるいじゃん、こっちで飲むべきでしょとかね、言ってる人に近いんですよ。そんなの滑稽でしょ。まずね、最低限やってほしいのはレイヤー分けですね。特に僕がおすすめするのは、レイヤーグループを使ってレイヤー分けするやり方です。キャラクターイラストを描く場合だったら、キャラクターグループ、背景グループ、必要に応じてエフェクトグループっていう感じでレイヤーをグループに分けてしまうやり方です。これならレイヤーグループの中でさらにレイヤーを分けたとしてもごちゃごちゃにならずに、キャラクターはキャラクター、背景は背景でこんな風に移動したり拡大縮小できますからね。僕はこのレイヤー分けをしなかったために最初の仕事の時はめちゃくちゃ苦労しました。キャラクターを描き直すたびに、そのキャラクターに隠れた背景の部分も同時に書き直さなければいけなかったからです。もうね、あれだけはコリゴリですね。そうならないためにもレイヤーは最低限分けましょう。あとね、便利なのは歪みツール。顔の形やデッサンを直す時にはね、これが便利ですね。もうこれなしでは生きていけないっていうぐらい、この歪みツールは使いますね。例えばこの絵はですね、もうちょっと目を小さくして目を真ん中に寄せた方が良かったかなっていう風に今見ると思うんですが、そんな場合にもこの歪みツールを使ってこんな風にこんな感じで変形をかけて、必要な場所に必要なパーツを移動して、ほらこれだけで修正完了。もうね、書き直すのは結構時間かかっちゃいますから、これはね、使わない手はないですよね。あとこれはちょっと使うかどうかはわからないんですが、写真とかあとはリアル調の絵にはこんなのも使えますね。顔歪みフィルター。これはですね、フォトショップが自動で顔を判別して、こんな風に目、鼻、口ごとにぐにゃーってね、パラメーターで調整できちゃうツールです。これも面白いでしょ。こんな風にですね、デジタルツールには便利機能がたくさんあります。これはですね、知っているだけで気軽に使えてしまう便利機能なので、ぜひ使いこなしてあなたの絵をさらに魅力的にパワーアップさせてしまいましょう。いいパソコンがあればうまい絵が描ける。これはですね、主に高校生の時に強く思い込んでいたことなんですが、一言で言うと、機材に対する過大評価ですね。僕は高校生の頃、絵が下手なのは使っているパソコンがダメだからだ。いいパソコンさえ手に入れば、今よりも格段に絵が上手くなるって思い込んでました。いや、冷静に考えればね、そんなことはないっていう風にわかるじゃないですか。でもね、意外とこれ、実際に絵を描いてみたりして、自分の思い通りに作品を描けない瞬間なんかを味わったりすると、自分以外の何かのせいにしたくなっちゃうんですよ。で、その責任転嫁の矛先がパソコンとか機材に向かいがちなんです。で、僕はその頃、その問題を解決するためにどうしたかというと、もうひたすらバイトですね。もう来る日も来る日も、今よりもいいパソコンを手に入れるために、バイトに明け暮れた日々でした。新聞配達とコンビニバイト。多分ね、この話を聞いた人の中には、高校生の時に自分が欲しいものを手に入れるためにバイトするなんて立派じゃん
って思ってくれる人もいるかもしれませんが、まあそういう側面も確かにあったかもしれないですが、僕としてはですね、あれは無駄な時間だったなって思うんですよね。というのは、やっとバイトでお金が貯まって、当時目標にしていたパソコンにやっと買い替えて、意気揚々と絵を描くじゃないですか。いやもうね、何も変わってないんですよ、絵が。いや、確かにね、線を描くスピードとか、そういう部分は格段にアップしてますよ。そりゃね、処理能力が上がってるわけですからね。でもね、絵を描かずにバイトに明け暮れていたわけですから、絵自体は一向に上手くなってないんですよ。下手くそなまま。だから、パソコンが変わったところで、滑らかに素早く、下手くそな絵が出来上がっていくだけなんですよね。いや、まあ考えてみれば当然のことなんですけどね。なので、今思うと、まあ当時、僕の絵にどれだけ経済的余力があったかどうかは定かではないので、結果的にはバイトをするしか選択肢はなかったかもしれませんが、もし親に頼み込めば、パソコンを買ってもらえていたのだとしたら、このお金を貯めるための時間を絵を描きまくったり、そのための勉強をしたり、自分の能力をアップするための時間に当てた方が良かったなっていうふうに思うんですね。まあ一応何らかのコミュニケーション能力とかは身についたと思うので、バイトがね、全て時間の無駄だったとは言いたくはないですが、その目的が僕のように自分が目指すものの本質から少しずれてしまっている、もしくは努力しないための逃避先になってしまっているなっていう時はですね、少しだけ注意が必要かもしれません。いい機材があればいい絵が描けるというのはほぼ幻想です。今の時代は僕が高校生の時と違ってネットで価値ある情報をタダで手に入れられる時代ですし、デジタルイラストを描くための機材もね、格段に安く揃えられる時代になってしまいました。なので機材投資に必要なお金ってそもそもそんなに多くないですし、自分が学ぼうと思ったら好きなだけタダで学べて、その学びをそのまま自分の能力に変換できちゃう素晴らしい時代だと思います。バイトするにしてもですね、最短で自分が必要な額を貯めてしまって、その分自分の能力のために時間を投資する、それがね、一番有意義だったのかなっていうふうに今となっては思います。今高校生、専門学生、大学生の方、一旦自分の目的を思い返してみて、もし思い当たる節があったらね、僕と同じ失敗をしないために自分の生活ちょっとだけね、見直してみてください。画面に近寄って書き込みすぎ。例えばこの絵とかがそうなんですが、これはね、僕が大学生の時の絵です。この頃の僕はとにかく絵をズームアップして大きく表示して寄って描く癖がありました。こういう肌の質感とか、あとは壁の汚れ具合とか、こういうデコボコした質感とかをね、もういちいち手書きしてたんですね。いや、やってる時はある程度無心になれて楽しくはあったんですが、これはですね、割と無駄です。絵にとって最初にまず重要なのは、絵からある程度離れてみて、その描かれているモチーフが魅力的かどうかだからです。多くの人は絵を見るとき、絵から離れた状態でパッと一瞬だけ一別するだけです。こんな風にめっちゃ近くまで寄って作品の質感までしっかり見てくれる人なんてそんなにいません。なのでまずはじめに大事にすべきなのは作品の第一印象です。つまりアップにして初めて見える質感表現ではなく、引いてみた状態の印象を作り込むことこそが重要なんです。これを解決するためにはこれですね。とにかくある程度のところまでは画面をあまりアップにしないで書き込んでいくことです。質感だったり線が綺麗に引けているかよりも、ポーズはこれでいいのか、顔の表情はこれでいいのか、構図はこれでいいのかなど、大雑把な印象作りにこそ心血を注いで画面を作り込んでいく。その方が最初から細部にこだわって作っていくよりも数倍絵の見た目が良くなっていきます。もちろんね、質感がどうでもいいというわけではありませんが、こういうテクスチャはですね、貼ればいいんですよ。あらかじめ必要なテクスチャを作ったり、写真で撮ったり、ダウンロードしたり、そうしておけば後から上にソフトライトレイヤーモードで重ねてあげれば、質感は後からでも追加できちゃいます。それよりももっと重要なのは、遠くから見てどう見えるのか、まずはそこにこそ心血を注ぐべきだなっていうふうに今となっては思うんですね。そしたらもうちょっと良くなってたのに、失敗だったな。そういう作品がたくさんあります。同じキャラを描けない。
僕がですね、もう本当に一番苦労したのがこれです。同じキャラを同一人物として安定して描けないこと。この設定画は確か僕が22、3歳ぐらいの時に描こうとしていた漫画の主人公の設定画で、この女の子、一ノ瀬みつみちゃんが心が隙間だらけの少年、狭間空くんを救うみたいな話だったんですが、結構ですね、コマごとに顔の描き方がブレブレなんですよね。例えば鼻の描き方なんかを見てみると、こちらのコマでは鼻を点で描いていてあまり強調していないのに対して、このコマではかなりしっかりと鼻の高さを描いていてかなり強調していたり、あとは髪型もですね、このコマでは前髪が短めでおでこが広めなのに対して、同じページなのにこのコマでは前髪が眉毛にかかるぐらい長かったりして、すごく作画が安定しないのが気になりますよね。このように僕は同じキャラをそのキャラっぽく描くのがすごく苦手だったんですが、それがですね、ある時点でかなり問題になったことがありました。それがゲームの仕事をするようになってからですね。ゲームの仕事はですね、主にキャラクターデザインとイベントのイラストを描く仕事だったんですが、そうなるとイベントごとに同じキャラクターを何度も描かなければいけません。自分ではよく描けていたつもりだったんですが、そのキャラクターイラストが世に出てみて見なきゃいいんですけど、やっぱり気になって2ちゃんで評判を見たところ、このキャラ顔変わった？なんか前の顔の方が好みだった。こいつの絵作が安定しねえってね、ボロクソに言われてるわけなんですよ。あれはですね、自分ができてるって思っていただけに、自分の人生の中でも1、2を争うぐらいショックでしたね。漫画の面白みを出すために直すべきところは、むしろ作画の安定感よりも考えるべきところが別にあると思うんですが、特にゲームなどにおいては立ち絵やイベント絵など絵の枚数が少ない分ですね、イラスト1枚に対する重要度が上がってきます。なので、もしゲームのキャラクターの絵の仕事をしたいという場合であれば、きちっと同じキャラクターに見えるように普段から意識してキャラクターを描き分ける必要があると思います。僕が実際にやっていたのはこういう練習でした。同じキャラクターを左右、前、後ろ、斜め、いろいろな角度から立体を意識しながら同じ人物に見えるように描いてみるという練習です。表情とかね、動きはあんまりつけないのと、あとはかなり立体とかバランス感だけ考えて描いていくので、絵としてはすごく硬くて不自然になってしまうんですが、これを描いてみることによってそのキャラクターを3次元的に自分の中で意識できるので、この練習の後に普通に描いたとしても、それ以前よりも自然にそのキャラらしく描くことができるようになるんです。それと同じキャラクターをいろいろな角度から描いてみるというのは、実はすごくバランス感覚が成長するので、他のキャラクターを描く際にもこの能力は非常に役立ちます。キャラクターイラストを仕事にしたい場合には一度やってみるといいかもしれません。以上が僕が過去にやらかした絵の失敗5選とその解決法でした。いかがだったでしょうか。また今回は絵を描く際に気をつけるべきポイントをお伝えしましたが、絵を描く前の準備段階でこれを気をつけるだけで絵のクオリティがアップしてしまうよという具体的準備方法をお伝えした動画、簡単作業テクニック準備編でイラストのクオリティアップもおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。